不動産屋さんの怪談です。これは東北地方にお住まいの仮名ですが生田さんという男性の方からいただいたお話です。ある日、怪談好きの生田さんは会社の休憩時間に友人らと怖い話をしていたそうです。すると先輩の一人がちょっとした妙な話を始めました。その先輩は漁師町の生まれで、就職後もずっと実家から通勤している人でした。そして小学校高学年ぐらいから自分の部屋で毎晩布団を敷いて一人で寝ていました。ですから毎朝布団を畳んで押し入れにしまい、毎晩その布団を押し入れから出して敷くということをずっと続けているそうです。そんなある晩、先輩がいつものように押し入れから布団をひょいっと持ち上げて出すと、ひらひらひらっと何かが布団と一緒に落ちてきました。あれ、なんだろうと思って落ちてきたものを見ると、それは一枚の写真でした。かなり古い白黒写真で、海とその波打ち際の砂浜を背景に奇妙なものが写っていました。その波打ち際から数メートル砂浜側に、腰から下の下半身だけの男性が3人写っていたのです。先輩はなんだこの写真はとゾッとしました。どうして下半身だけしか写っていないのかが不可解で不気味でした。その写っている男性たちは高校の水泳授業で履くような水着を履いていたそうで、かなり若い男子たちなのが分かりました。でもそもそも先輩だけが何年もずっと使っている自分の部屋の押し入れにどこからこんな写真が紛れ込んできたのかと、それも不思議でした。そこで一応その写真を後で家族に見せようと思い、先輩は自分の机の引き出しの中にしまっておき、忘れていました。しばらくしてお正月になり、家族や親類一同が先輩の実家に集まったそうです。先輩は例の白黒写真のことを急に思い出し、引き出しから出してみんなに心当たりがないか見せて回りました。ところが誰も知らないということで、気味の悪い写真だなぁと口々に言っていたそうです。先輩は何も情報が得られませんでしたが、一応念のため写真は捨てずに、また自分の机の引き出しにしまっておいたということでした。そして数日後、先輩がふと気になって引き出しを開けてみると、その白黒写真は消えていました。先輩は、そんなはずはない。確かにここに一昨日しまったのに。と不思議でならなかったということでした。さて、休憩室でこの先輩の話を聞き終えると、生田さんは、妙な話があるものだな。ただ写真が消えたのは単に勘違いだったんじゃないかな、と思いました。でもその日の夜、生田さんは飲み友達の佐藤さんという男性に居酒屋でなんとなくその話をしてみたそうです。すると友人の佐藤さんはその話を真剣に受け取り、少し間を置いて思い出したようにある体験を話してくれました。それは佐藤さんが高校を卒業して間もない頃のことだそうです。車の免許を取ったばかりで、当時は友人とあちこちドライブをしていました。そして例外に漏れず、車でしか行けないような偏僻な場所の心霊スポットに行くようになりました。ある夏の夜、佐藤さんは友人の男性2人と3人で町からかなり離れた山道の途中にある廃墟のラブホテルに行ってみることにしました。そのラブホテルはバブル期には繁盛していたらしいのですが、バブルがはちけると衰退していき、経営破綻すると建物は取り壊すこともできずに、そのまま放置されたよくあるパターンの廃業ホテルになってしまいました。廃業後しばらくすると、そのラブホテルで命を絶った女性の霊や、
そこで亡くなったホームレスの霊が出るとか、いろんな噂が立ち、佐藤さんたちも興味を持ったということでした。さて、その夜は満月で深夜になっても蒸し暑かったそうです。佐藤さんと友人の A 君と B 君は佐藤さんの運転する車でそのハイラブホテルに向かっていました。すると間もなく山道からそのハイホテルの敷地に入る脇道が見えてきました。3人はあったあったとまるで遊園地に行くようにはしゃいでいました。そこで朽ち果てたホテルのサインを目印に車はその狭い脇道に入っていきました。すると前方に車のライトに照らされて真っ黒な穴が開いた窓がいくつも並んだ朽ち果てたコンクリートの建物が見えてきました。夏でしたからアスファルトの割れ目や隙間からは雑草が生え、道の両側はうっそうとした草木で覆われていて、車の足元はよく見えなくなっていました。どこまで車で行けるのか U ターンできるのかもわからなかったので、佐藤さんたち3人は奥までは行かずに少し手前に車を止めて、そこから歩いてハイホテルの建物に向かうことにしました。佐藤さん、A 君 B 君はそれぞれ懐中電灯とスマホを持って車から出ると、そこから早速写真や動画を撮影し始めました。車の中にいた時はみんなはしゃいでいましたが、さすがに外に出ると辺りは静まり返っており、懐中電灯の明かりが届く範囲以外は真っ暗だったので、3人とも少し警戒しおとなしくなりました。特にその3人の中で A 君はとりわけ怖がりでビクビクしながら歩いていました。ですからハイホテルに向かっている最中、佐藤さんと B 君はわざと枝を折ったり小石を投げて音を立てて A 君が「うわっびっくりした!」と言って怖がるのを見て笑っていたそうです。実は佐藤さんは心霊スポットには行きますが、幽霊をあまり信じていなかったので、本当はさほど怖くはありませんでした。そしてそんなふざけながらも3人はハイホテルの正面に到着しました。建物の窓ガラスはすべて壊され、中は真っ暗で全体的にどんよりと重い雰囲気に覆われていました。静まり返った内部にさあ入ろうというところで、一番怖がりの A 君がさっきからからかわれていたことで少し腹を立てていたようで、真っ先にスタスタと中に入っていったそうです。佐藤さんと B 君は A 君が強がって先頭を切って入っていったのが分かりましたが、そのまま A 君の後に続いて B 君、佐藤さんの順番で入っていきました。先頭の A 君は懐中電灯で前方を照らしながらホテルの通路を進み、スマホで動画を撮っています。それに続き佐藤さんと B 君も少し遅れて A 君の後ろから同じく動画や写真を撮影していきました。1階の通路から各部屋を覗くと、中は瓦礫で散らかっているだけの部屋ばかりでした。そのうちに怖がりの A 君も落ち着いていき、3人とも何も変わったところのないただの廃墟と分かっていきました。そして3人はさらにゆっくり通路を進んでいったそうです。しばらくして3人がこの場に慣れて気が緩んだ時でした。突然先頭の A 君が「うわー!」と声にならない悲鳴を上げ、血相を変えて振り返りました。佐藤さんと B 君があっけに取られていると、 A 君は後ろの2人の間を通り抜けて一目散で逃げていきました。その様子にびっくりした佐藤さんたちは「おい待てよ、どうしたんだ、何があった?」と叫びながら慌てて A 君を追いかけました。すると A 君は止めてあった車まで一直線で走っていき、
倒れ込むように乗り込んだそうです。佐藤さんも B 君もすぐ A 君に追いつき、2人も車の中に飛び乗りました。そして即 A 君に「一体どうしたんだ?」と聞いてみると、 A 君は小刻みにブルブル震えてすぐには話せませんでした。そして少し間を置いて深呼吸をすると「なんか変な声が聞こえた」とボソッと言ったのです。それを聞いて佐藤さんも B 君も「なんだよそんなこと」と少し呆れてしまいました。というのも佐藤さんも B 君もそんな人の声なんかは全く聞こえませんでした。ですから何かの音を人の声と聞き間違えたんだろうと言って A 君の話を真に受けませんでした。でも怖がりの A 君は放心状態だったので、佐藤さんたちは話すのはやめて、とにかく彼が少し落ち着くまで車の中で待つことにしました。そこで待っている最中に佐藤さんと B 君は今撮影したハイホテルの動画と写真を見返していたそうです。そして佐藤さんが自分の写真を確認していくと、ハイホテルの内部の写真には先を進んでいる A 君と B 君が写っていました。すると1枚の通路の写真のところで佐藤さんは「あれ?」と手が止まりました。その1枚には A 君と B 君に加えてもう一人見知らぬ誰かが写っていたのです。驚いて思わず「誰これ?」と言うと、後ろの2人は神妙な顔で「え、何?」と身を乗り出してきました。そこで佐藤さんはすぐ2人に「ほら、ここにもう一人写ってんだよ。俺たち以外誰もいなかったよな」と真剣なトーンで言いながら写真を見せました。それはとても小さかったのですが、 A 君 B 君の後方に確かに人が写っていました。え、誰だこれ、大きくしてみてと震える声で2人が聞くので、ちょっと待ってと言って分かりやすくするため、佐藤さんは画面を拡大しようとしました。ところがその操作の途中、一瞬で画面はエラーになり、その写真が開かなくなってしまいました。佐藤さんは何回も開けようとしたのですが開かないのです。なんで開かないんだと焦ったのですが、気がつくといつの間にかその写真自体がスマホから消えていました。佐藤さんも後の2人も謎の人物が写り込んでいた写真が一瞬で消えてしまったことに嫌な予感がしました。佐藤さんは操作ミスは絶対にしていなかったので、再度慎重に確認していくと、なんと佐藤さんの携帯からは車を降りてハイホテルの前までの動画や写真はどれも残っていたのですが、ハイホテルの中に入ってからの動画と写真はすべて消えていることに気がつきました。佐藤さんがどういうことだと驚愕していると、後の2人の A 君と B 君も嘘だろ、俺のも消えてる、俺のもだと言いました。 A 君と B 君の携帯からも車を降りてホテルまでの動画や写真はちゃんと残っていたのですが、ハイホテルに入ってからのものは佐藤さんと同様すべて消えていたそうです。3人はあまりに不可解で恐ろしい偶然にその場で凍りつきました。そして急いでハイホテルの敷地から離れ、わざわざ近所のコンビニに寄ってから自宅に戻ったということでした。そしてこの話をし終わると、居酒屋で佐藤さんは生田さんに「そうなんだよな、心霊写真や心霊動画は消えてなくなるんだよ」と意味深長に言っていたそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。